幻想水湖伝の最新情報をお届けする幻想水湖伝ライブ、いよいよ始まりました。オープニングを飾っていただいたのはメトロベリーで幻想水湖伝1より幻想の世界へでした。この後もこのオーケストラの名曲を皆様にお聴きいただきたいと思います。最後までぜひお楽しみいただきたいと思います。さあ改めまして、本日の司会進行を務めさせていただきます森一丁と申します。よろしくお願いいたします。斉藤さん、はい、すごいですね。オーケストラの演奏迫力違いますよ。もうちょっとね感動しました。初回特別。なるほど。改めまして内藤さん、自己紹介お願いします。はい、幻想水湖伝の IP プロデュースを務めます内藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。内藤さん、いよいよ3月6日ですから、2日後です。はい、2日後に幻想水湖伝 1&2HD リマスター門の紋章戦争、そしてデュナン統一戦争が発売となります。もう皆さんからの声届いてきている頃じゃないですか。いや本当想像以上に、世界中の人が予約していただいてて、もう今か今かと待ってる声を聞いているので、やっと届けられるんじゃないかと。で108日前から、カウントダウンやらせていただいてるんですけど、出ましたね。はい、あと数日です。改めてじゃあご紹介させてください。幻想水湖伝は IP& ゲームディレクターの崎山さん、そしてディレクターの大口さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日は情報が盛りだくさんということで、まず大口さん、プラットフォームがなんだかいろいろ追加されているとお伺いしましたが。はい、すでにご存知の方もいらっしゃいますが、新たに遊べるプラットフォームを追加いたしました。Windows PC 上のプラットフォームとしてマイクロソフトストアと、エピックゲームズストアを追加いたしました。詳細な情報に関しましては公式サイトに掲載させておりますが、さまざまなプラットフォームにて遊べるようにしてまいります。はい、他にも情報ありますか？はい、ご要望の多かった、難易度選択について追加しております。こちらですけれども、1、2ともに、各タイトルイージー、ノーマル、ハードの3つから選択可能にしております。また、発売前ではあるのですが、ここで、製品のバージョンアップのお知らせがあります。発売前に、不具合の修正だったり音量バランスの調整、一部テキストの、修正しております。イベントタイマーの、停止という機能を追加いたします。ゲーム内の中に、制限時間のある、イベントが存在しているんですが、こちらを気にしてしまうあまりに、せっかくのプレイなんですが集中できないということがありましたので、こちら製品完成後とはなりますが追加することといたしました。じゃあもうゆっくりなんかイベント楽しめると。そうですね、こちらの機能ですけれども、原作通りにプレイしたいお客様もいらっしゃると思いましたので、オンオフができるようにいたしました。助かります。こちら各プラットフォーム3月6日以降に、オンラインでのアップデートが必要となりますのでよろしくお願いいたします。さあ他にもあるんですよね。そうですね、ファンの方からご要望の多かった LINE スタンプを作りました。原作に登場するキャラクターをミニキャラクターにして、普段使いできるようにしたミニキャラスタンプ、それと、原作に登場するセリフをそのまま使いました、セリフスタンプとなります。こちらの2種を販売いたします。ミニキャラもすごいけど、文字数そうですね、どえらいことになってません？ミニキャラの方は原作を尊重して使いやすく、意識して作っているんですが、セリフ版の方は崎山の方がどうしてもこのセリフは入れたいというお話がありましたので、なかなかの文字量になってます。こちら原作セリフを使ってますので、ネタバレにご注意して使いください。なるほど、いろんな制約を自分で作らないといけないわけですよね。大口さん、これちょっとチョイスもそうなんですけど、崎山さんにちゃんと言わなかったんですか？そんな文字数入りませんよとか言った上で、僕の方でも、これは必要だなっていうふうに思いました。なるほど、2人してこれ崎山さんどうですか？そうですね、普段使いの方はね、やっぱりミニキャラスタンプの方で、セリフはコレクション要素として目的を分けて制作しましたので、セリフスタンプはもう視認性よりも、その再現性っていう方を重視してました。例えばやっぱり原作であるのは点々点の数だとか、びっくりマークの数だとか、一部こだわりすぎっていうところもあるかもしれませんけど、それが良いと思って今回のスタンプのにしました。びっくりマークの数とかにもちゃんと意味があるんですよね。そうですね、やっぱり大きさで、声がないにしても、その音量が聞こえてきたりだとか、ドットが1個多い少ないでその間があったりとか空気だとか重いとかっていうのがやっぱりそこに込められてるんだということで、そのままもうスタンプであろうとも再現性を重視して
採用してました。なるほど。発売が実は本日からということなので、大口さんおっしゃってましたけど、使いやすいほど使いにくいほど、使いにくいとは言ってませんでしたけれども、ぜひどちらもね、使っていただきたいなと思います。さあその他にもあるとお伺いしてますが、まずはじめに、角川ゲームリンケージさんから川野さんの書き下ろしイラストが表紙になっているパーフェクトガイドが発売日と同じ、3月3日から発売開始となります。元帥1と2の情報がみっちりと詰まったこの分厚い攻略本、川野さんの書き下ろしの完成イラストで包まれました。表の坊ちゃんの力強い目線とそれを見つめるグレミオ、そして裏表紙はビクトールとフリック、3人の幼なじみの姿、1と2が一つになりパーフェクトガイドブックの名にふさわしい装いになったと思います。書店で坊ちゃんとこの目があったらぜひお手に取っていただければと思います。デラックスパックでは表紙のイラストのタペストリーを特典としてついてきます。そして新紀元社さんから1999年と2002年に出版された108世キャラクターガイドも HD リマスター対応版として復刊いたします。ロゴやゲーム画面は HD 版へリマスターし、その他のラフスケッチやイメージイラスト、当時の先輩スタッフの各キャラクターへの愛があふれるコメント、2では村山ディレクターとキャラクターデザイン担当の石川のスペシャルインタビューも当時そのままに再録された復刊版となります。発売をお楽しみにお待ちください。カラオケパセラさんでは現在コラボメニューを開催中です。グレミオンのシチューや可愛いムクムクのハニトーが楽しめます。3月31日までの期間限定となりますので、ぜひ足を運んでみてください。そしてグッドスマイルカンパニーさんからは坊ちゃんのネンドロイドが3月3日より受注開始予定となります。 TGS ではグレー一色のサンプルモデルでしたが、色がついた SD の坊ちゃんの可愛らしさが完成しました。武器や手なども交換可能ですので、様々なポーズで坊ちゃんを楽しむことができるおすすめの一品となっています。そしてアーケードゲームのプライズ商品として2種類のブランケットとアクリルスタンドがこの3月から順次登場します。ブランケットはこのように108世のドットキャラクターが並んだブランケットとなっています。アクリルスタンドはキャラクターとセリフがセットになった商品となっています。3月6日、3月30日の期間でアニメイト秋葉原店でムービックさんより各種オリジナルグッズの販売や発売を記念した原画展の展示、フォトスポットの設置も予定しております。これからもさまざまな形で元帥の世界をお届けさせていただきます。今お届けできるグッズやコラボの関係は以上となります。はい。さあもうグッズもね皆さん楽しみにしている頃かと思いますが、このコラボ以外の情報もあるんですよね。はい、今作の 1&2HD リマスターについて動画配信やいわゆる二次創作活動を含む、ファンの皆様によるコンテンツの創作を歓迎するためのガイドラインを公開します。元帥の世界を大切に長く愛してくださっているファンの皆様が再びつながり広がっていくことを願っています。詳細は公式サイトにガイドラインを掲載しますので、そちらをご覧いただければと思います。はい。さあその他のキャンペーンもございます。全国にあるイオンさんの店舗で108世を探せキャンペーンを実施中です。本日からどちらかの店舗に何の粛清が設置されているのか公開いたしました。抽選で川野さんのサイン入りのポスターが当たりますので、ぜひ参加してください。ということで改めて盛りだくさんですね、内藤さん。はい、昨年の発売日の発表と、TGS 台北ゲームショウとかもう本当に多くのファンの方たちに囲まれまして、すごいたくさんファンがいるなっていうのを実感できました。で、20年以上前にこれ作られた作品なんですけれども、その時の村山さんはじめ、原作の先輩たちをしっかりとこの時代に蘇らせるために、もう本当ゲーム以外にも楽しめるとこたくさんちょっと用意してみたので、ぜひみんなでゲームも HD マスターの世界も楽しんでもらえればなと思ってます。本当その話題にこと書かないっていうのはすごくいいですね。はい、さあいよいよ3月6日に発売が迫っております。大口さん、崎山さん、番組をご覧の皆様に一言ずつメッセージを頂戴したいと思います。大口さん。はい、まずはいつも応援いただきありがとうございます。幻想水湖での世界をこれから長く皆さんに楽しんでいただくためにも、始まりの1と2を今の環境でしっかり遊んでいただけるものとしてお届けしたいと思って作りました。発売後は皆様のご意見にも目を通してこれからに役に立てたいと思います。本作で幻想水湖でに触れることのできるお客様、人たちが増えることを願っております。
最後に、ダウンロード版の予約特典の入手ですがまだ間に合います。この番組の、概要欄の URL からご購入いただけます。ぜひ楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。竹原さん、元帥の火を消してはならない、復活させなければならないという決意から始まったプロジェクトが大串ディレクターや関係者の皆様の仲間の力を借りて発売日この告知にたどり着き、そこを起点に東京ゲームショウでの幻想水湖伝が生まれた瞬間の展示やフューチャー部門賞の受賞、10月8日の108世の日、オデッサから始まった108カウントダウン、台北ゲームショウ出展などもさまざまな活動を通じて国内外の元帥ファンの皆様から数多くのコメントをいただきました。一人でも多くの人に時代が変わってもこの色あせることのない波乱万丈のストーリーを体感していただき、一人でも多く元帥ファンを増やしていけるように、これからもこの世界で繰り広げられる物語を大切に発信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。さあ、それではここで改めてですが、幻想水湖伝 1&2HD リマスター門の紋章戦争デュナン統一戦争のローンチトレーラーをご覧ください。どうぞ。Suikoden is a JRPG series that tells its story through more than 100 unique characters. The two original titles have been united for the latest consoles as Suikoden 1 and 2 HD Remaster. Suikoden 1 Gate Rune War is where it all started. The Empire is in chaos due to a violent tyrant, once a renowned hero. Our hero stands up as the leader of the Liberation Army and gathers allies to fight against the oppressive rule. Ideals, honor, friendship, loyalty, love, ambition. Various ideas swirl under two different flags, the Liberation Army and the Imperial Army. Suikoden 2 Dunan Unification War is the direct sequel. The main characters, three childhood friends, find themselves tossed into a great whirlpool of destiny between the kingdom and the city-states. The hero and his childhood friend Joey of the kingdom's army are ambushed by the city-states amidst a truce. In a world where the sparks of conflict are smoldering once again, the heroes come to acknowledge their own justice. Suikoden features more than 108 characters. Players travel around the world, form and expand on their relationships as they meet new friends. The number of allies that join your army will lead to leveling up your home base. As it expands, various facilities are added to increase convenience, and your journey continues. Suikoden follows a turn-based command battle. Powerful skills and co-op with allies are used to battle powerful enemies. In addition, auto battle and double speed mode have been implemented. With sped-up battles, players can deeply immerse themselves in the story. War, where the player's army fights the enemy army, and Duel, in which the player fights one-on-one. Both special fights add a new layer of tension and excitement to the battles. New features such as autosave, mini-map, convo log, and swapping equipment between characters have been implemented to boost practicality. The field has been completely redesigned with HD background graphics and updated character illustrations. An epic story spun anew after 30 years. Suikoden 1 and 2 HD Remaster, Gate Rune and Dunan Unification Wars. On sale March 6th. さあ、内藤さん、次の情報の前なんですけれども、去年の TGS で内藤さん、ファーストステップという言葉を結構使っていらっしゃったような、これセカンドステップ、サードステップ、フォースステップといろいろなステップがあるわけですけれども、これは何か進展があったりしたんでしょうか。そうですね、まずステップの考え方なんですけど、本当に復活させるためには結構一歩一歩を
ちゃんとしていかなきゃいけないなと、はい、なんで今回の皆さんに先ほどまでいっぱい盛りだくさんで紹介した HE リマスターがファーストステップです、ただ今回ファーストステップやってる中でですね、皆さんの熱い予約もそうですし、実はあんだけの取り組みも含めて、はい、本当多くの方たちがいろいろ集まってきたので、このファーストステップはいけるというところで、本日はセカンドステップ用意しました。セカンドステップ、はい、これちょっとかなり気になりますけども、はい、早速何かもう出すものがあるんですか？すごいいろんな人が集まってきてます。本拠地のように100発声が、はい、早速それではこちらをご覧いただきましょう。なんと幻想水湖伝アニメ化決定。待ってました。それではゲストをご紹介させてください。監督を務められる佐藤雄三さんと NBC ユニバーサルエンターテインメントジャパンの日野プロデューサーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは佐藤監督から自己紹介をお願いいたします。はい、幻想水湖伝アニメーションの監督を務めさせていただきます佐藤雄三です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて野さん。幻想水湖伝のアニメの制作のプロデューサーを務めさせていただきます日野と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて内藤さん、はい、まずはこの幻想水湖伝アニメ化ということなんですけども、どういった経緯で始まったんでしょうか？ですね、セカンドステップとさっきお話したんです。はい。ファーストステップはまず原作である、一番の原点である 1&2H リマスターをしっかり出していくこと、はい、でありとあらゆるプラットフォームで遊べること、でセカンドステップ何にしようと思った時にこの幻想水湖伝の物語を今のファンからまた新しいファンも含めて、いろんな人に接点を持ってもらおうと思っているところがセカンドステップなんですね。なるほど。でここの復活させようと思った時に、原作の村山さんの良さとか、ああいうところを踏まえて軸ぶらさずどうやって伝えようかなと思った時の一つがアニメだと思って、しっかりとこのアニメを向き合っていきたいなと思ってやってます。やっぱりこのゲームまだ触ったことがない人たちのじゃ入り口になる、ということなんですね。これ日野さん、このアニメ化ということなんですが、これ最初聞いた時っていかがでしたか？そうです、ご縁があってアニメ化のお話を伺いまして、このコナミさんが持たれるこの素晴らしい IP を、一緒に本当に復活に並々ならぬ情熱をお持ちであったので、それをやっぱり目の当たりにして自分も一緒に弊社としてもご一緒したいなと思いました。なるほど。これ皆さんもうね多分制作に関わられ始めたところだとは思うんですけれども、どういう感じですか？本当に今始まったばっかりではあるんですけども、非常に壮大なテーマかつキャラクターも多い原作の、ファンの方々に対して喜んでもらえるかどうかみたいなところはもう監督と試行錯誤して、進めています。なるほど。佐藤さん、そのあたりいかがです？そうですね、壮大なファンタジー作品で、戦記物でキャラクターもたくさん出て、これはもう日本の誇るべき作品になるんじゃないかという意気込みで作っていますね。内藤さん、これ元帥どのシリーズのものを出そうと思って？シリーズのファンの方は、多分さっきのイメージビジュアル見た瞬間に、もう分かってると思うんですけど、幻想水湖伝2です。2、これは日野さん、やっぱり2を描いてみたかった。本当シリーズの中でも特に2は主人公と上位、七海を中心とした普遍的かつ強いドラマ性があるので、本当にまず初めにシリーズの中でもアニメ化するべきは2ということを思いました。これ佐藤さん、イメージビジュアルも、作られたということなんですけども、いかがでしたか？そうですね、まず皆さんに、お見せする、ビジュアルとしてはやっぱり約束の場所というのが、キーになるんじゃないかなと、
全ての物語の始まりの地でもありますし、まずそこから、映像を出していくべきかなと思いまして。なるほどね。じゃあ日野さん、改めてこのアニメ「幻想水湖伝」どんな作品になりそうですか？幻想水湖伝には東洋のみならず西洋でしたり日本でしたり、本当に多様な文化が混在している世界観、それが本当に魅力的だなと思ってます。あとそこに生きるのも人でしたり亜人でしたり本当さまざまな人々が仲間になって一つの目標に向けて協力し合うという、本当グローバルでも強く、勝負できるコンセプトだなと思ってますので、そういったコンセプトでしたりメッセージというところがきちんとアニメからも伝わるような作品にしていけたらなと思っております。なるほど。佐藤監督にも、ねお伺いしたいんですけども、ネットフリックスの、エクセプションでね、すごい色使いだったりとか、もう本当にSF 作品としては独創的な作品に、仕上がっているかと思うんですけれども、佐藤監督が入ることによってどんな作品になるのか、ちょっとすごく興味があるんですけども。この作品はゲームがベースですが、壮大なファンタジーで戦記物であり、大河ドラマというような形になるので、SF 的な要素もあり、その中でちょっと自分が培ってきた、デジタルの要素だったり、そういったところを出していければなと思っています。すごくなんか想像がまだできないんですけども、楽しみは増えました。ありがとうございます。はい、苦労されている点とか、また楽しみが増えた点なんか、そういうところもお伺いしたいんですが。そうですね、ゲームがもともとすごい魅力的なので、はい、そこをいかにアニメに、引っ張ってこれるかみたいなところはありますし、やはりゲームとアニメというのはやはり違うものがあり、主人公一つ取ってみても、名前のついたキャラクターになって、ただ選択肢を選ぶのだけではなく、どういったセリフをどういった芝居でっていうところから考えて、再構築というか、しているところですね。なるほど、非常に楽しみなんですけども、内藤さん、これ制作会社どちらなんですか？コナミアニメーションです。コナミアニメーション、ほう、はい、で今回テレビシリーズアニメとしては初の作品なんですね。でコナミアニメーション自体は、アニメの作画にうちのコナミのゲームの CG などのゲーム制作で付き合ってて CG などの制作ノウハウをプラスしてハイエンドなアニメが作れる体制構築してますので、こちらできっと素晴らしいアニメができるはずです。なるほど、はい、新情報についてはぜひね、続報を待っていただきたいなと思っております。さあ、それでは最後に視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。日野さん。はい、アニメ幻想水湖伝というビッグプロジェクトに携わることができて、非常に光栄に感じています。その上で私のようなゲームをやっていた、プレイしていた方々のみならず、この IP が持つ非常にキャラクター同士の関係性でしたり、ドラマチックなストーリーというところを、これからたくさんのお客様の方に届けていきたいなと思っております。今後アニメの情報が出ていくと思いますので、一つ一つ丁寧に届けていきたいなと思ってますので、どうぞご期待ください。応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では佐藤監督、ゲームの世界観や魅力を広げていけるようなアニメ作品になればとスタッフ一同、鋭意制作中でございますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。内藤さん、あれですね、現場とかせっかくだからコナミアニメーションがやってるということで入ったりカメラ入ったりとかしましょう。そんなに簡単に約束して大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。それではアニメの続報、皆さん楽しみにお待ちください。それではここで再びオーケストラの演奏をお届けしたいと思います。幻想水湖伝2より彼方の星月夜のテーマです。
さあ内藤さん、次の情報は？はい、先ほどセカンドステップのお話したんですけど、はい、まずはアニメが第1弾、そして第2弾を考えました。で、アニメっていうのは、みんなに見てもらおう、全世界に見てもらおう、もう一個幻想水湖伝に手軽に誰でも触れる環境を作れないかなっていうのを思って、なんと、モバイルゲームを。モバイル、はい、これじゃあ早速ですけども、何か見れるものはあります。あるんですね。はい、ありました。じゃあ早速、はい、こちらをご覧ください。私の力を正しく導いてくれるこの人のおかげで笑って過ごせるようになりました。お前には紋章の才がある。だからこそその力とどう向き合うのか、自分で答えを見つけろ。世界を創造したとされる27ある真の紋章。変化の紋章はそのうちの一つ。心の強さが人を引きつけ、強い者たちが集まってくる。それは里の将来にとっても大事なことです。若様、若様。紋章を出せ、紋章を出せ。おい、なんだよこれ。風の噂によるとあなた珍しい紋章をお持ちのようですね。私、なんてことを。逃げろ。あなたと共にいたい。私はもっと変わりたいんです。幻想水湖伝スターリープ。さあということで、幻想水湖伝スターリープ、奥行きある 2D で再現されました幻想水湖伝の世界。これすっごいですね。さあということで、ここからは幻想水湖伝スターリープのプロデューサーを務められていらっしゃいます藤松さんと、そして幻想水湖伝 IP 監修担当の崎山さんと一緒にお届けしたいと思います。よろしくお願いします。幻想水湖伝シリーズで初のモバイルゲームとなりますが、藤松さん、どのような思いで制作されていますか？そうですね、幻想水湖伝の新作と聞いて、モバイルだったことに驚かれた方多いと思うんですけども、先ほど内藤からもありましたように、多くの方に手軽に、触れていただける環境ということでモバイルで制作を開始しました。で、モバイルといってもですね、我々制作チームとしてはナンバリングを作るぐらいの気持ちで、制作に挑んでおりますので、今回幻想水湖伝スターリープの新たな百発生の、新たな物語っていうのを、しっかりと描いていきたいと思っております。でですね、この、新たな冒険を感じていただきたくて、ちょっと旅立ちをイメージしたこの、メインビジュアルを制作しました。これね、幻想水湖伝スターリープ制作する上で多分こだわりのポイントとかがたくさんあったと思うんですけども、多分今ネット上にすごくざわざわしてるのが、いっぱい出てきてると思うんですよ。これちょっとまず解消しましょうか。あら、そこから言っちゃいます。だってそうですね、今回幻想水湖伝スターリープを作るにあたって、舞台が、過去のナンバリングの、幻想水湖伝の世界と、同じもので、同じ、太陽暦の、中での物語になってます。並行してるってことですか？
その中でしっかりと生死に残っていくストーリーになっていくって感じですね。じゃあ前段とか後段とかっていう話に。そうですね、今回のスターリープは、実はスタートは幻想水湖伝1の少し前数年前、それを言うと5の少し後になるんですけども、そこからスタートになるので、同じ世界、同じ太陽暦の中で物語が展開していくということは、その辺のキャラクターとの絡みも出てくるという、そういうことになります。なるほど。ちょっとじゃあこだわりからまず聞いていきたいと思います。そうですね、まずはグラフィックですね。はい、トレーラーにも出てきてたんですけども、過去の街であるグレッグミンスターとか、にぎわってる街っていうのがあったと思うんですけども、そこで多くの人々が生活している様子であったりっていうのが出てたんですけども、街によって、小さかったり大きかったりいろんな特色があると思うんですけども、そういったRPG で新しい街に着いた時ってすごいワクワクするし、その街の中を探索する楽しみっていうのがあると思うんで、そういうところを結構大事に作ってますね。でグラフィックっていうところで言うと、その街の中でのキャラクターの動きもそうなんですけども、シナリオの演出であったり、バトルであったりっていうところのキャラクターのドットの演出ですか、そういうところはすごいこだわって作ってますね。やっぱこのティザートレーラーでもグラフィックへのこだわりっていうのはもうビシビシ伝わってくるわけですけども、よかったです。サウンドはいかがですか？そうですね、サウンドもかなりこだわってまして、何でしょう、今回のスターリープに合わせた新曲っていうのももちろんあるんですけども、BGM として過去の特徴的な街の BGM をオーケストラアレンジしてゲームに入れ込んだりっていうところで、結構こだわってまして、さらにですね、結構な数の生音、楽器の生音を収録してましてですね、昨日ちょっと数えてみたらですね、100曲ぐらい生音収録してまして、100曲生音、打ち込みも入れると150曲ぐらい BGM 作ってまして、かなりこだわってるというか力を入れて作ってる部分の一つですね。これ崎山さん、通常のゲームではあり得る数ですか？もう完全にコンシューマータイトルと同じですね。幻想5も同じぐらいあったので、それをモバイルで。そうですね。しかも生演奏。そうですね、ディレクターとも話したんですけども、やっぱここはこだわりたいポイントだっていうところで頑張って作りましたね。音でいうと、他にもサウンドエフェクトであったり、ボイスであったり、BGM 以外の楽曲っていうところも、とにかくこだわって作ってますね。これセリフのところだけ、僕ちょっとだけ聞かせていただいたんですけども、その声優冥利に尽きるというか、すごく息とか、あと普通切るでしょっていうところの声を残していらっしゃって。そうですね。で、特にメインストーリーではフルボイスになってますんで、そういった役者さんたちの演技っていうところも頑張っていただいてるんで、できるだけそれを効果的に使いたいなと思って頑張ってますね。なんかあれモバイルでいいんですか？頑張りすぎてます。本当ですよね。さあ今回新しい物語、新しい108世ということなんですけども、どのようなストーリーになるんでしょうか？先ほど言ったようにナンバリングと同じ幻想水湖の世界の中で行われますっていうのもありますし、今回真の紋章の一つである変化の紋章がちょっとキーとなってくる、物語になってますね。1の数年前から始まるんですけども、実は今回スターリープではいろんな時代が描けるようなちょっと仕組みが入ってまして、いろんなナンバリングタイトルの前日譚後日譚みたいなことにもなっていくかな。メインは今回のスターリープの主人公と108世たちの物語なんですけども、そこが進んでいく中で、過去作で描かれなかったところっていうのも見えてくるものがあるかなと思ってます。それは崎山さん、じゃあ監修して、過去の人たちの登場するところ、その前後含めてスターリープ全体がちゃんとその幻想水湖伝の世界観というところで皆さんに楽しんでいただけるという形で監修させていただいてます。じゃあ見えない部分だったりとかの今回新たに分かることが出てくるってことですよね。世界観とかキャラクターを崩さないようにっていうことはもう当然注意しながらも、その幻想を応援してくださっているファンの皆様はもちろん初めて幻想水湖伝の世界で遊ぶ多くの皆様に楽しんでいただけるように心がけていますし、作られたものの監修というだけではなく、より面白くなるようにという形でアイデアの提案とかもうざがられるぐらい行っているというような、たくさんいただいてます。うざがってはないですけどただすごく
やっぱりそのね厚みが出てくるってことですよね。そうですね。ストーリーにもね、過去作の子たちが出てくるキャラクターが出てくるってことはその子たちも含まれた108世。基本的には、今回の、主人公を含め新しい108世を集めていく物語になります。完全にじゃあ別なんですね。そうですね。今回の物語と思っていただければ。今回の物語で108世また楽しめると。はい。過去作の子たちは一緒にバトルしたりと。そういう要素も入ってはきますね。一つはメインストーリーの中では先ほど言った同じ世界で行われてますんで、そういった過去作のキャラクターが出てきたり、時には一緒に戦ってくれたりっていうシーンもあったりしますし、ちょっとモバイル的な遊びというところで、過去作のキャラクターを入手して、ドリームチームじゃないですけど、そういった遊び方もできるようにはしてます。これでもドリームチームを作るときにはやっぱりその過去作あった本拠地とか、ああいうシステムがあったかと思うんですけども、今回はそうですね、今回も本拠地はありまして、で物語が主人公の里が、襲われる襲撃されるところが始まるんですけども、その里を復興させていく、発展させていくっていう遊びがありまして、そこが本拠地になって、集めていった仲間たちが集ってくるっていう場所になります。なるほど。これキャラクターたちってのはどういうふうに集めていくんですか。そうですね、基本的には、今回の108世に関してはメインストーリーで、物語を進めていく中で、今までの、幻想水光年シリーズと同じように、キャラクターが仲間になっていきます。ごめんなさい、勝手に思ってたんですけど、モバイルなんで、ガチャとかイベントとか、ガチャとかもあるんですけども、それは、どちらかというと、モバイル的なお楽しみ要素として、楽しんでいただくというふうに入れてますね。さあ、スターリープの幻想水光伝スターリープの主要キャラクターも、ぜひちょっと紹介していただければなと思うんですが。はい、まず今回の新たな108世のキャラクターデザインなんですけども、モリョさんというイラストレーターにお願いしました。モリョさん。はい。モリョさんの、生み出す、キャラクターデザインとか、塗りのテイストとかっていうのが、ファンタジーとか物語をすごい感じさせてくれて、我々が今目指そうとしている幻想水光伝スターリープの、世界観にすごいマッチしてるなと思ってお願いしました。異世界系とかね、よく描いてらっしゃるね、すごく立ち優しい方ですね。でその描かれたイラストでちょっとキャラクターを紹介させていただければと思います。ぜひ。はい、こちらが主人公で、皆さんが名前を入れて、自分の分身としてプレイする、キャラクターになります。里で育った、男の子という感じなんですけども、キャラクターボイスとして大野智弘さんに演じていただいております。で次ですけども、翡翠というキャラクターで、主人公の屋敷で使用人をしている女の子なんですけども、とある理由でちょっと感情を抑制しているっていうのがありまして、ちょっと不思議な女の子です。でこの子が、結構この物語のキーとなるというか、最重要人物となってきますので、ぜひ注目いただければなと思います。キャラクターボイスでは、月城ひかさんに演じていただいております。次がですね、主人公の父親です。主人公の暮らす里をそもそも作った、キャラクターでして、大人の強くて頼りがいのある、キャラクターになってまして、キャラクターボイス大塚明夫さんにお願いします。じゃあ続いては、シーリーンというキャラクターでして、これは、里で主人公と一緒に育ってきた幼なじみのキャラクターになります。ちょっと口が悪いんですけども、曲がったことが嫌いで、一直線なキャラクターで、すごいいい子ではあります。なんとなく想像はつきますね。元気でね。でキャラクターボイスは、ファイルズ愛さんに演じていただいております。次がですね、シャプールというキャラクターでして、主人公の家の、執事もやってるんですけども、主人公の武術の師匠でもありまして、頼れる大人、強い大人という感じのキャラクターになっております。キャラクターボイス佐藤拓也さんにお願いしております。まだまだいっぱいキャラクターはいるんですけども、今回はこのぐらいの紹介させていただいて、先ほど紹介した主人公と、翡翠というキャラクターを中心にこの物語は展開していくという感じになっていきます。これすごく楽しみですよね。さあ、そして新しいキャラクターたちの中で今回はですね、ゲストをお呼びしております。ご紹介しましょう。翡翠役を演じられております月城ひかさんです。どうぞ。
改めまして自己紹介お願いします。はい、幻想水湖伝スターリープで翡翠を演じさせていただいております月城ひかです。よろしくお願いします。謎めいた役だとおっしゃっていましたけども、そうですね、今回の主要キャストで、はい、これ選ばれた時ってどう感じになられました？そうですね、まず資料をいただいた時から設定とかこうビジュアルとかを見てて、さっきもちょっとお話ししてたんですけど感情を抑制してるみたいな、すごい魅力的な設定がたくさんあって、ずっとやりたいって思ってたので翡翠役決定しましたって言われた時は幻想水湖伝好きのマネージャーさんと一緒にすごい喜んで、マネージャーはお年上の方ですか？そうですね、ちょっと年上の方で。わかります。なんとなくね、やっぱね、そうですね、もうだって美香さんとかあれですよね、この幻想水湖伝が始まった時にはそうです、生まれてないですね。もう30年前ぐらいですもんね。まだ生まれてないですね。でも本当にね、親御さんとかに言ったらすごく喜ばれるコンテンツだと思いますよ。そうですね、ちょうど多分世代だと思うので、すごい今喜んでると思います。これ翡翠という役、すごく演じるの多分難しい役だと思うんですけども。そうですね、翡翠さん自体は多分感情がないわけではないけど、やっぱとある理由で抑制してるっていうことから、どういうふうに感情を出していったらいいのかっていうのがもう最初すごい探り探りだったんですけど、演じながら対話していく中で、こんな感じなんだっていうのを徐々にこう掴んでいく、最初ね、だって一番若さゆえに弾けたい芝居をしたい頃ですよ。それを抑制させるって申し訳ない。どういうことですか？もうね、どんな展開になるのか、ぜひ皆さんもね、楽しみにしていただきたいと思いますけども、月城さん、なんとこの後この公式番組を MC 私と2人でやっていただけるということなんですよね。そうなんです、ちょっと番組 MC は初めてなんですけど、精一杯頑張りますのでよろしくお願いいたします。お願いします。こちらの幻想水湖伝ライブは今後先ほどおっしゃったように定期的な配信を予定しています。今回ご紹介した幻想水湖伝スターリープの最新情報のほか、幻想水湖伝に関するアニメやイベントなどの最新情報もどんどん紹介していきますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。これ勝手に僕らが定期的にって言ってるわけじゃないですよね、内藤さん。はい、定期的にしっかりと情報を届けていきたいと思っているので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。これから週に1回の番組になるということでね。定期的。なるほどなるほど。さあ、ということなんですけれども、本当に情報がこれだけあると僕らも整理していくの大変だと思うんですけども、実はまだまだあるんですよね。入ります。先ほどのトレーラーでは主題歌が流れていましたよね。ですよね。はい。今回こちらの主題歌、なんていう曲名なんですか？そうですね、今回の主題歌、カンパニュラという曲名になってまして、先ほどサウンドにはすごいこだわってるって言ってたんですけども、その中の一曲でもあります。なるほど。この曲についてもっと詳しく教えてください。そうですね、この主題歌はですね、ミュージシャンの中村佳穂さんに今回幻想水湖伝スターリープのために、作詞作曲歌唱までしていただきました。作詞作曲歌唱全部ってことですね。全部やっていただきました。はい。さあ、中村さんといえば細田守監督の作品竜とそばかすの姫の主人公鈴ベルの声および劇中歌を担当された方ですよね。今回の曲を作るにあたって、今回の幻想水湖伝スターリープのストーリーであったり、あとは翡翠というキャラクター、あとそのキャラクターのバックボーンであったりということをお伝えして、作っていただいたんですけども、その後なんと中村佳穂さんしっかり過去作も遊んでいただいて、その上で仕上げていただいた曲になってます。すごい思い入れたっぷりに、嬉しく思ってます。さあ、そんな主題歌を歌っていただいていますミュージシャンの中村佳穂さんですが、実は今日来ていただいております。どうぞこちらへお越しください。改めまして中村佳穂さんです。よろしくお願いします。どうぞおかけください。作詞作曲歌唱
どえらい量だったと思うんですけども、まず改めまして今日ね初めての方もいらっしゃるかと思いますので自己紹介お願いしてよろしいですか。今回主題歌を担当させていただきました中村佳穂です。よろしくお願いいたします。お願いします。見ていきたい、作詞作曲歌唱、大変な苦労が終わりかと思うんですけども、楽しかった点と苦労された点ちょっとお伺いしてもいいですか。そうですね、苦労した点はそれこそ歴史の長いゲームですので、始めた時は私も生まれたばかりぐらいの作品で、けどもマネージャーにいかにこのゲームが素晴らしいかという教えを教えていただきながら、ゲームをプレイしてこう最初の作品から好きな方にも楽しんでいただけて、かつ最新から遊ぶ方も楽しめつつ、異国情緒あふれる曲を作るっていうのがいい課題で大変でした。いい課題で大変だ。でもそれやっぱ望むという挑戦とする気持ち、楽しかった点、これ書いててすごく当てはまるななんていうことってありました？実際大陸の音楽、なんか広い土地、島国なので日本はこう広い土地の音楽とか、そういう感じを知りたいなと思って旅行に行こうってまず思って、どちらに？昨年モンゴルに行きました。大草原、馬に乗って、今回のカンパニュラ作るためのどんな曲がいいかな馬に乗りながら、揺られて、そう揺られながら、今回も今日着てる服もそのモンゴルで仕立ててもらった、日本の布なんですけど、けどなんかそういうこうなんだろう、違う世界の国を感じながら、そのなんかイメージを落とし込んでいったのが、こうミュージシャン冥利に尽きる仕事だなと思って。そういうのはやっぱ楽しい作業になるんですか？いや楽しいですね。やっぱりこう曲を作ってると違う自分になれたり、違う国にいるような気持ちになれるっていうのがいいところなので楽しかったです。ある種やっぱりその声優とかとね同じで、違う役になれたり違う歌い方ができるっていうのは、確かに、そうですね。なのでこう今回私が作詞作曲歌唱しましたけど、こう自分のためのというか自分が作ってる曲とはちょっと違うお題をいただきながら作るってことが普段ないので、すごく楽しく作れました。この曲名カンパニュラについてはゲームをプレイさせていただくにあたって、こう本当にこう戦争とかこう自分の運命で戦わなければいけないっていう場面がこうたくさんあったと思うんですけど、こう光と影の部分もすごく濃く感じていて、それがあってこう光を感じる作品だなと思ったので、こうその影の方にもフォーカスできるようなタイトルにしたいなと思って、カンパニュラっていうすごい綺麗な花なんですけど、花言葉がこう失われた命っていうないものに対して思いを馳せた花言葉の花だったので、こう今回の作品、そして幻想水湖伝にぴったりかなと思って今回タイトルにさせていただきました。すごい正義の反対はまた別の正義みたいな、それぞれにある考え方がね、幻想水湖伝ありますけど、すごく歴史が長いこう物語としても長いので、こうそれが時が経った時にこう誰かの子守歌とか物語にきっとなってまた歌い継がれていくんじゃないかと思って、そんな気持ちを思い馳せながら作りました。確かに崎山さん聞いた時ね、一番最初に多分聞かれたかと思うんですけども、どうですか、どうでした？いや、なんかその世界観、先ほどモンゴルっていう旅行に行ってまでっていうところで、なんかその本当に世界が目に浮かぶような、これはすごい幻想水湖伝らしいなと思ってやらせていただきました。栗松さんいかがでした？そうですね、やっぱ幻想水湖伝っていうのを感じながらも、今回の幻想水湖伝スターリープの物語もちょっとやっぱ感じることができたんで、私はすごい嬉しく思ってます。さあ、これ最後にちょっと聞いてほしいポイントなんかももしあればお伺いできますか？そうですね、本当に私曲は絶対こう聴いてほしいっていうことがないので、多分それぞれこうプレイしてらっしゃって思い入れのあるシーンって多分別々だと思うので、曲とセットで一緒にこう楽しんでいただけたらなと思います。なるほど、本当に自分自身で感じる感想をそれぞれに持っていただきたい。ぜひぜひ。わかりました。さあ、そしてなんと実はもう今日はなんとメイキングビデオも作ってまいりました。
それではそのメイキングビデオ曲紹介お願いします。カンパニュラです。寂しさは運命の道しるべ、子守歌知らない国の話カンパニュラ、正しさは星の数だけあるわ、人はなぜ命一つしかないの、最初の夢が幼い頃描いた落書き、見上げた夜空、願い一つかけるならかすかな夢を打ち明け合えるともしびかし、一人でも一人じゃない愛の歌で眠りたい。私が泣いてるオレンジ色に染まる街家に帰る子供を追いかける影、それをただ見つめる、一人でも一人じゃない寂しさは道しるべ、最初の夢は幼い頃描いた落書き、最後に一つ叶えられることあるとするなら、同じ夢を持つあなたの話を聞いた後、土の下ありがとうさようならで眠りたい。なんか先ほどおっしゃってた誰かの子守歌になればいいとか、受け継がれていくような歌にっていうのがすごく伝わってきて、はい、なんか作品のすごい影の部分もしっかりとなんか表しているような感じがしてすごかったですなんかすごい余韻が、はい、私も今初めて聞かせていただいたんですけど、ちょっと衝撃と余韻がすごくてうまく言葉がまとまらないんですけども、なんかこの一曲で全部ストーリーを説明するんじゃなくて歌でメロディーで伝えるってすごいですね、やっぱね。嬉しいです。藤本さん、これ全部入ってる？そうですね、なんかもう本当に幻想水湖伝スターリープの物語、知ってもらうとよりこっちの曲の方も意味がなんか分かってくるじゃないですけど、この曲だけでも感じるところあるんですけど、ゲームとセットでして聞いていただけるととても嬉しいと思ってます。ありがとうございます。中村さん、最後に視聴者の皆さんに一言メッセージを頂戴したいと思います。はい、今回楽しく制作させていただきました。また曲を通してお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。中村佳穂でした。ありがとうございました。ありがとうございます。お邪魔しました。
さて幻想水湖伝スターリープ待ち遠しい限りなんですけれども、世界観を知っていただくためにコミカライズもスタートすると伺っているんですが、内藤さん。はい、新たな物語をより多くの人に知ってもらおうと思って角川さんの協力のもとコミカライズ決まりました。書いていただくのは清水先生です。幻想水湖伝3の、運命の継承者の清水先生、ということなんですね。そうなんです。幻想水湖伝もう書いてもらうなら清水先生しかいないと思ってお願いしてきました。さあ、そんな清水先生からコメントをお預かりしております。ご紹介してください。はい、久しぶりの幻想水湖伝の新作、もしかしてあのキャラやあのキャラは出てくるんだろうかと今から楽しみにしています。ということです。清水先生、ありがとうございます。さあ、そしてさらに素敵な色紙もいただいておりますね。奥が3の主人公。そうですよね。ヒューゴと、で手前が今回の主人公ですよね。すごい素敵ですね。清水先生らしい絵ですね。書いていただいてとても嬉しく思ってます。で、過去にコミカライズされてた3のヒューゴと、今回のスターリープの主人公ということを2人を書いていただいたということで、私とても嬉しく思ってます。これ清水先生もやっぱり喜ばれていらっしゃいました？非常に喜んでました。いや、そうですよね。すごい楽しみにしてるっていうことなので。これ実際にどのぐらいから読めるとかってなんとなく今ね、すごい鋭意準備してるのでちょっとお待ちください。わかりました。随時この番組の中で紹介していきたいなと思ってます。わかりました。ということで以上がモバイル情報となります。藤松さん、崎山さん、どうもありがとうございました。最後に視聴者の皆様に一言ずつ頂戴したいと思います。藤松さん。幻想水湖伝ファンの方々には、幻想水湖伝の新作として、期待に応えられるもの、そしてまだ知らないという方々には、このゲームを通して、幻想水湖伝の楽しさをお伝えできるようなゲームにしていきたいと思っております。で、制作チーム一同ですね、全力で取り組んでまいりますので、応援ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。竹山さん。スターリープはもう本当にパラレルものでもifものでもなく、この元帥シリーズ作と地続きの歴史と地理を共有する新たな歴史物語です。27の真の紋章の一つ、変化の紋章。もうこの変化の紋章っていうだけでもう今ネットがざわついてるんではないかなと思います。この紋章が本当にどのような形でこの物語に登場して戦乱に影響を与えていくのか、そこで紡がれる物語を全力でサポートしていきたいと思います。ものすごい楽しみにしておりますので、制作できるだけ早く僕らも触ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、それではここで再びオーケストラの演奏をお届けしたいと思います。幻想水湖伝スターリープ用にオリジナルで作曲した主人公軍のテーマ、皇軍星のもとに、通常戦闘曲の苦難を超えてフィールド曲の芽吹きの荒野です。3曲特別メドレーです。どうぞ。
はい、ということで今日はまだまだ盛りだくさんですけども、次内藤さん何でしょうか。はい、セカンドステップ、今のところアニメ、モバイルゲームときまして、とにかく広げていきたいというところもあって、舞台化決定です。おお、幻想水湖伝舞台化決定。これどこを題材として舞台化って？これはもう幻想水湖伝1からちゃんと、これも段階ステップ踏んでいくってことですか？進んでいきます。ちょっと改めてゲストご紹介させてください。株式会社フロンティアワークス執行役員で舞台ミュージカルの企画制作プロデュースを手掛けていらっしゃいますレーベル 4CU のプロデューサー岩崎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。岩崎さん、改めて自己紹介お願いします。はい、舞台幻想水湖伝のプロデューサー担当しますフロンティアワークス岩崎です。よろしくお願いいたします。お願いいたします。内藤さん、はい、幻想水湖伝1からなぜ舞台化しようと思ったんですか？岩崎さんと知り合いになりまして、前々からいろんな舞台に招待してもらって、この決まったステージの中でどうやって幻想水湖伝を再現できるするんだろうと、もうこれもすごい楽しみで、しかも生身の人間が108キャラ本当に出るかどうかわからないですけど、もう本当楽しみだ、一回見てみたいっていうのを伝えましてお願いしました。そんな簡単にお願いしたんです。岩崎さん、聞いた時どうでしたか？そしてまず何よりこの世界中にこんだけ多く愛される作品を舞台化できるって大変喜びに満ち溢れておりまして、特に舞台はやはり魅力的な物語、登場人物がいないと成り立たないんですが、この幻想水湖ではそれがすべて兼ね備わっていると思いましたので、これは確かに生身の芸人が演じたらとても演劇としても本当に最高の作品になるんじゃないかと思いまして、それでやらせていただくことになりました。確かにでも世界観だったりとか舞台装置もそうですけども、何よりも脚本とか気になるところですよね。今回幻想水湖伝1、あくまで原点ということで、主人公坊ちゃんの物語を描きたいという思いがすごく強くてでして、ただ元気正義感だけではなく、すごく悲劇的な運命であったりですとか、彼が背負うものというのはすごく大きいものがありますので、彼の物語を描きたいというものはすごく大きかったかもしれないですね。なるほど。これ演出はどなたかもう決めてらっしゃる？はい、脚本演出の中屋敷典人さんともう演劇の中ではもう皆様もう中井敷さんって多分きっと伝えると言っていただけると思うんですけれども、実は一緒にやるのは今回初めてなんですけれども、そうなんですね。今回この話をいただいたときに真っ先に中井さんにお願いしたいという思いがありまして、ちょっと個人的にちょっとネットからちょっと長いこういう思いでこういうふうにしていただきたいですとちょっとメールをさせていただいた結果返事いただいて、快諾していただいたってことがありましたので、個人的にもすごくご一緒できることで。全然知らない中 DM したんですか？そう、DX でメールの方だったんですけども、多分きっとすごい長い文章を来てなんだこいつと思ったかもしれないですけども、でもその厚さが気に入っていただいて、そうですね、ちょっと怖くて聞いてないんですけども一応それが伝わったんではないかなとは思っています。そんな中屋敷さんから今回ビデオメッセージをお預かりしておりますので、こちらをご覧ください。こんにちは。この度演出を担当します中屋敷典人と申します。舞台化ついに演劇化でございます。プレッシャーはもちろんですが、ドキドキワクワクが止まりません。現実が放つ素晴らしい魅力、壮大な世界観、そして熱い人間ドラマ、これらを楽しみにぜひ劇場へお越しください。俳優たちの生のパフォーマンスが皆様をお待ちしております。それでは劇場でお会いしましょう。独特な手の振り方でしたね。そうでしたね。前にやってましたけど、ね、岩崎さんの厚さを全部受け取ってるじゃないですか。そうだと嬉しいですね。そうなると今度キャスティングなんかも気になるんですけれども、はい、今日はそちらの情報を持ってきました。早速ですがこちらです。はい、ご紹介させていただきます。主人公坊ちゃん役は岡村直樹さん、グレミオ役は和田拓馬さん、レッド役は長江亮樹さん、フリック役は山田ジェームズ武さん、ビクトール役は磯貝龍子さんとなっております。今もうすでに決まっている方がこの5名と。はい、そうです。これ何か補足情報内藤さんありますか？山田さんが元帥のめちゃくちゃ不安で現場に極みを持ってきてる、そういう噂を聞きました。本当に自分が好きな作品にまさか出れるとはっていうのね、すごく思ってると思います。今回この1位ということなんですけども、この後も引き続き。そうですね、原点というからにはぜひちょっと
続けていきたいところあるんですけど、まずは皆様にこの第1弾を見ていただいた上で、なるほど。じゃあ幻想水湖伝スターリープあたりで、これは出れるかもしれないですね。そうですね。何年後でしょうか。さあということで舞台化、楽しみな方たくさん増えていくかと思います。最後に一言お願いします。はい、舞台幻想水湖伝は2025年12月東京京都の2都市で上演させていただきます。幻想水湖伝のファンの皆様はもちろん演劇ファンの皆さんにも喜んでいただけるようなステージをお届けしますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、岩崎さんありがとうございました。ありがとうございました。さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたが、もう本当になんて言うんだろう、実家に帰った時のおかんのお土産ぐらいすごい情報量でしたけども、内藤さんいかがでしたか。本当にこの幻想水湖伝セカンドステップを踏まえて復活させるべく、もう本当いろんな方たちに出てもらって、いろんな方たちの協力のもと紹介できて、まずは一安心本当ですよね。ただ一つ注意しておきますけど、1回の番組でやる量じゃないですね。でまだあるんでしょ。あります。はい、もう1個あります。お願いします。コンサート決定しましたよ。幻想水湖伝1、幻想水湖伝2と本日発表した幻想水湖伝スターリープのコンサートを5月5日隅田トリフォニーホールにて実施が決定いたしました。よいしょ。もう本当にね盛りだくさんですけども、こちらのたくさんの情報は幻想水湖伝スターリープをはじめ公式サイトでも、随時ご紹介させてください。番組内では全てお伝えできないような内容でした。もう本当にすごい量でしたが、これもですね公式 X では今日の情報のリマインド、そして随時新しい情報もポストしてまいります。幻想水湖伝スターリープに関しては本日より新規 X アカウントを開設しておりますので、皆さんぜひぜひフォローよろしくお願いします。はい、お願いいたします。さあということで、今回ですね、お届けしたこの幻想水湖伝、情報なんですけども、実はですねまだまだ隠している情報が多々あるよとお伺いしておりますので、定期的に行くんですよねこれ。はい、定期的にやらせてください。ぜひね、もうこれからも月島さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。さあそれではですね、お別れのお時間となりましたが、改めてこの HD リマスター、アニメ化、そしてモバイル、舞台、グッズ、コンサートと、これ本当に盛りだくさんでしたけれども、改めて月城さんからまずは感想をお願いします。そうですね、先ほど前半は私横で見てたんですけど、その時からいろんな人の思いを感じて、今回私がもう初めて知る情報もたくさんあったんですけど、本当にいろんな人の思いが積み重なって新しい幻想水湖伝がここからスタートしていくんだなっていうのをすごい感じて、今から私もワクワクしています。これからもよろしくお願いします。はい、お願いいたします。さあそれでは最後に内藤さん締めてください。バチッと。はい、まずファーストステップ HD リマスターの話、2日後ですから発売、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、でセカンドステップ作りました今回で、セカンドステップはたくさんのものを仕掛けてます。で次のステップ行くためにはしっかりとこのセカンドステップを踏んでいきたいなというところで、段階はいくつもありますけど、駆け上がるというよりは着実に一段ずつ上がっていくことが幻想水湖伝の復活につながると考えておりますので、ぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、ぜひ皆さんね108ステップまで見届けていただけたらなと思います。さあそれではオーケストラの演奏で最後はお別れしたいと思います。曲名は幻想水湖伝2よりオープニング BGM 序章、戦い、悲しみ、幻想水湖伝2のテーマです。皆様ご視聴ありがとうございました。さようなら。ありがとうございました。